いわゆる焼肉屋さんじゃないなと。ただ肉焼くだけじゃなくて火力のチューニングDJ としての経歴が生かされてるというか、そうメーカーさんに、はい、こんなの初めてだって言われました。続いては、そのよろ肉以前、よろ肉以降っていうふうに一般的に言われたりしますけども、そのよろ肉さんのイノベーションについて伺いたいと思います。僕がですね、お客さんとしてよろ肉さんに伺ったの、多分本当にオープン初年度ぐらいですかね、に伺った時に、いくつかびっくりした点がありまして、まずアラカルトもあるんだけどコースがあると。でコースでお肉をいろいろ食べれるんだけど、コースがあること、そしてコースの中にいわゆる焼肉じゃない肉料理だったりとかっていうのが入っている。特に僕がびっくりしたのは、そのホルモンを使ったお吸い物が入ったんですね。でこれはすごいなと思っていわゆる焼肉屋さんじゃないなというところでびっくりした。あとは多分席に、その当時は席によってかもしれませんけども、焼いてくださったという、自分で焼かないっていう、これもすごいなと。ある意味その、自分で焼く焼肉と、お店側が焼くってなると、それはある意味料理を提供していることになるので、そこの、ある意味完全に違う別物に、別次元になってるなというところでかなり衝撃を受けたんですけども、この辺りっていうのは、そういう意味ではバンさんが創業当時から考えてらっしゃったことなんですか？本当のオープン当初は、焼くつもりがなかった可能性はありますね。ちょっと今思い浮かぶせが。そうなんですね。でも焼くようになったのはおそらくこれってちゃんと焼いてあげた方が明らかに美味しいじゃんみたいな。あといざ焼かせてみたら、やっぱ僕が思ってる焼き方と違うことをやるわけですよ。そうですよね。これじゃないでしょみたいな。もったいないよね。そうそれでこれだったらもう焼いてあげた方がいいなと思ってそう焼き始めた感じですかね。そこでもお店のオペレーション的にはもうかなり変わってしまうというか。大変でしたよ。だからですよね。だってもう1テーブルから2テーブルに1人人つけなきゃいけないっていう感じだったんで、でもやっぱりその適切な理想的な状態で食べてもらいたい、提供したいっていう。そうですね。だからやっぱりあれなんですよ。それまでのほら一般的なそのバラ肉とかのある程度厚切りのものを炭で焼くんだったら、皆さんワイワイ焼いていただいてもそれなりに美味しいものは多分できたと思うんですけど、やっぱりハイエンドの和牛を薄切りってなっちゃうと、そのやっぱポテンシャルを生かすにはそれなりのやっぱ理由がないといけないっていう。そっか、そうやってそのいいお肉をしかも薄切りでってなって、その火入れがそれこそ秒単位で大事になったからっていうところがあるわけですね。もうここっていうタイミングがやっぱあるので。なるほど。そうなんですね。コースで出すというところに関しては、これはコースはね、その前に大前提があって、さっきも話したんですけど、まだその時代ってやっぱロースカルビとビビンバクッパっていうのがメインで、ジャンボさんがややいろんなことをやり始めたというか、でもその一方でフレンチとかやっぱそのモダンフレンチが出てきたりとか、あと中華もいろいろ出てきてて、でどんどん他のジャンルは進化してたわけですよ。でもなんか焼肉って変わってないよねみたいな、すき焼き屋さんとかはいまだに同じ感じなんですけど、焼肉はなんでこれこういうことしないんだろうっていうのがすごいあって、でやっぱり日本料理フレンチとかってコースがちゃんと考えられてて、より美味しくなるようにとか、多少考えられてるじゃないですか。それが焼肉全くなくて、牛タン先に焼くぐらいあったんですけど、でもやっぱりこれをこうするからこう美味しくなるっていうのは絶対あると思ったんですよ。でそれって例えばバンドっていうかライブのセットリストもそうだし、この曲からスタートするからこれが入る、ハリウッド映画もそうですよね。こういうフックがいろいろあって前置きがあってグワッてクライマックスで盛り上がっていくみたいな、それをだからちょっと落とし込みたかったというか、バンさんの DJ としての経歴が生かされているというか、例えば自分の与えられた1時間という時間だった、その中でどう波をうまく作っていくかっていう、それはもう完全にそういう意味ではおっしゃる通り、フレンチとかイタリアンって多分そういう発想がありますし、料理の発想ですね、完全に。そのコースの中の個々の料理に関してはいかがですか？そのいわゆる焼肉屋さんでは見かけなかったような創作色のあるものだったりとか、例えばだから僕はごめんなさい、他の領域に行っちゃった部分もあるんですけど、焼肉の範疇飛び越えて、例えば何ですかね、卵黄を絡めるやつとか、あれ多分すき焼き屋さんの範疇にちょっと入るのかもしれませんが、僕どっちかというと焼肉っていうよりは和牛を美味しく食べる方法っていうのをいろいろ考えてる感じですかね。なるほど。だからその一つとして、例えばその卵黄に絡めたりとか、あとは一口ご飯とか、あとなんだろ
まあ、デザートというかき氷とか、はい、そういうのがいろいろこう出てきたというか、いやあと多分火力調節の概念を持ち込んだのも僕だと思います、ね、それまでなかったんで、はい、火力を調節するとか1枚ごとに。そうですよね、はい、まあまあお客さんが焼くっていう前提においては多分無理な話ですよね。それはね。であとは何だろう、まあ、それ結構大きかったと思う、その火力調節っていうのは。であとは、基本的に同じ味付けを、2枚以上出さない。まあ、それもやっぱりそのコースの流れの中で飽きさせないというか。そうですそうです。まあインアンドヤンですよね。わかりやすく言うとね。引用で。そう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 。なるほど。その僕が最初コースいただいた時に、まあ一番まあ近いけど、まあ違うけど近いなと思ったのが、やっぱり関西の肉割烹の弁当がまあ比較的一番近かったのかなと。でももちろん違うじゃないですか。関西の肉割烹って目の前で肉を切って、どちらかというとシンプルなそのね、お作り的な刺身的な形で食べさせるっていう形だったので、料理が並んでのコースでは違うんですけども、でもそういうそのなんていうかこのなんですか流れも含めて肉を楽しませるいろんな形っていう意味では。多分その当時あったものでいうと、そういう関西の肉割烹の弁当が若干近いのかなとなんとなく思ったんですけど、おっしゃる通りで、僕はやっぱりその三好さん、京都の代表するね、三好さんからすごい影響を受けてて、ご本人からもいろいろ教えていただいたりとかしてるんですけれども、まあその構成とかメニューの構成とかおそらくそこから影響を受けてると思いますね。で例えばこの目の前でやってあげるスタイル、これ多分鉄板焼きとかすき焼き中井さん、だからもうありとあらゆるところをリミックスしちゃってるんだろうなとは思います。そういう意味ではそういうその DJ 的なそのリミックスだったりとか、まあそのサンプリングも使いつつ自分のものにするっていう、そういうところでこの独自のよろ肉のスタイルが生まれたと。そうですね。あとまあ分かりやすいやつで言えば、例えばその DJ の世界でも DJ ミキサーとターンテーブルの可能性をチャレンジしたじゃないですか、皆さんいろんなやり方。それと一緒で、例えばこれをただ肉焼くだけじゃなくて、鍋乗せたりとか網乗っけたりとか、これで海苔を焼いてみたりとか。そうですよね。それも新しいですよね。そうですね。もうこれをまあある意味その網じゃなくてその機材というか、機材そうですよね。そして使ってでまあそれこそソースを温めたりとか、そういろいろですね。ですよね。鍋的なものやったりって、あれももう本当に新しいですよね。そうです。そうか、そういうやっぱり自由な発想がまあ多分もともと焼肉をずっとやってこられた方じゃないからこそっていうところもあるのかもしれないですね。外部からやっぱ見たっていうところから入ってるから。あとはまあ多分これ今誰もやってないと思うんですけど、この網を表と裏変えたりとか。よりだから火に近づけたりとか、そういうこともしますね。あと、これは多分うちしか絶対やってないんですけど、火力のチューニングメーカーさんにこんなの初めてだって言われました、メーカーさんに頼んでってことですか。すごいですね。だから例えばこれだと5段階に火力が分かれてるんですけど、1って一番弱いんですよ、それをよりさらに弱く超弱火。そう、超弱火。超弱火。へえ、すごいですね。もうピアニッシモですね。じゃあ、そう音楽で。これだと音大きすぎるともっと小さい音みたいな。そこでダイナミックレンジが取れるっていう。でもプロのギタリストとかカスタマイズするじゃないですか。そうですよね。まあそれに近いと思いますね。なるほど。特殊な発想が面白いですね。いやー面白いです。ありがとうございます。ちょっとじゃあ続いては、焼肉のまあ今後将来について、伺いたいと思います。焼肉のぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。